どうしますか、そろそろ締めに入りますか。そうですね、HPI はその後もストーリーは結構あるんですけど、大きな部分としてはそこの間、また2008年に世界選手権、バギーとツーリングカーでいいレースができて、で2010がまた全然ダメで、やっぱそれもちょっとこうグダグダしちゃってる時期がやっぱりどうしてもあって、でそこからまたちょっと復活して、それが2012年のオランダでやった世界戦なんですけど、これ多分しんのすけのストーリーの時にちょっと話が出てたかと思うんですけど、あれはもう時代がやっぱりそれこそ本当に変わってきてて、マーク・ライナードだけじゃなく、やっぱりジルス・クロスカンプとか、ロナルド・ボルカーとかがもうどんどんこう成長していって、でより速いライバル、強いライバルっていうのがもう複数出てきた中で、もうあの時は多分それこそもう僕は周りから見ててもないだろうと、もうああいう存在だったんですか、すでに。もう2012の時にはもう僕の時代じゃないですよね、実際には。もうマーク・ライナードの時代ですらもうだいぶもうベテランの域に達してて、でビクター・ウィルクとかもっと若い世代で、それこそ松倉直人が出てきて、時代としてはもうどんどん変わっていこうという、僕はもうその時代だからもうだいぶこぼれ落ちようとしてるところだったと思うんですけど、ですが最後ね、そこで復活したいなと、でこれがもうやっぱ強い意志を持っていかないと無理だということで、もうしんのすけに、しんのすけはその頃、別の会社にいましたけど、頼むから協力してくれと、だからしんとやったらなんかいけそうな気がするんだよねと、皆さんは監督としてやってもらってましたけど、その車のセッティングの部分だとか、今までのこの長い付き合いとかの、お互いをよく分かってるって部分で、ちょっと協力してもらえたらなっていうのを言ったら、協力してくれて、でHPI として HB として一緒にやってもらえることになって、で挑んだんですけど、あれも本当直前までダメだったんですよ。プレ世界戦もそうなんです。プレ世界戦も全然ダメでで車もあの時自分が用意してる車全然走んなかったんですよ。でしんのすけは彼は彼のスタンスと彼は彼の持ってるスピードがあるんで、でしんのすけの車はよく走ってるんだけど、やっぱりもうドライバーとしてももうその時代の中でいくと、そこまで速く走れるスピードを出せるわけじゃないんで、その車が実際優勝するに戦えるかどうかは分からない。でも見た感じすごいよく走ってるし、僕の車よりはすごく安定して走ってるように見えるんで、でやらしてもらったとしても結局は彼の車だし、それを僕のものにしてプロポを変えてしまうと、またやっぱその特性って変わっちゃうから、やっぱりその人の車を借りて出ても勝てるような世界じゃ多分ないと思うんですよね。やっぱ自分の車として用意していかないといけないんで、でもとりあえずそこそこ走る状態のものはあったんですけど、でもう1台があって、それも全然走んなくて、その言い方は悪いですけど、もうこれいらないと、これ捨てると、もう今度使わないと、もう本当にゴミ箱に捨てたわけじゃないですよ。これは使わないっていう意味で、もうこれはもう入れないと。でその車はもうどっちにしたって使わないから、今悪くない車をいじっちゃって戻んなくなったら嫌だから、もう世界戦も迫ってたんで、その走んなかった車をしんのすけと全く同じセットにして走らせて、ダメだったらもうこの車は諦めようと、でこっちで出ようというのをやったんですよ、直前のもう最後の練習の時に。そしたらそれがあんだけ走んなかったはずなのにもう吸い付くように走り始めて、でましてやあの時のレースってタイヤのルールがまたちょっと変わってて、グリップ剤を一切禁止、グリップ剤を塗ってはいけません、ウォーマーだけはかけていいけど、でそれも限られた時間、でタイヤのチェックがすごい厳しくて、でしかも予選6回走るのにタイヤ2本2セットのみ、だから1本で3回走んなきゃいけない、で当然新品が全然速いわけですね、で決勝は1本だけ、最初1回目新品出して、で中古で行くんですけど、でその時に持ってた車が新品では当然速いんですけど、中古でも速かったんですね。で中古でも速いってことは相当これ車が決まってる兆候だなと。でこれをもう世界戦に取っとこうと。でその後もちょっとだけ走らせて確認して、やっぱ走るなと。でそれを持ってたらやっぱ世界戦の調子よくて、で予選はTQ ではなかったんですけど、最初1位を取ってたわけじゃないんですけど、2位とか3位をポンポンって取って、
あともう1個ぐらいあれば、A 面は確定だなと。でもちろん優勝狙ってるけど、ロナルド・ボルカーとかめちゃくちゃ速かったんで、普通で言っては彼が T 級だろうなとしたら展開のあやでやっぱそのタイヤのその本数の制限の厳しさで、ロナルドもやっぱり中古の時に思うように結果が出せないの状態が続いてて、なんだかんだポイントがばらけて、で最後予選の最後雨が降って、でこの雨でたまたま僕のヒートが、あれってあの時もうランダムに組まれたヒートで、別にコントロールプラクティスをやって決めたヒートじゃないんですよ。もう最初から決められてたヒートでやったんですよ。でそれが僕は2010年の時の世界選手権 B メインだったんで、で B メイン、組みたいな前回の結果をもとに、最終組から1個手前の組出してたんですけど、その時にまで雨が最初降ってて、でだんだん止み始めて、で僕の5ヒートぐらい前からだんだん路面が乾き始めて、で、レインタイヤを使うことも許されてたんですけど、だんだんこう普通の、スリックタイヤを履く人が増えてきて、でもう僕の時には完全にもうスリックタイヤ路面にだいぶ戻ってて、で僕のヒートの時にもう前のヒートよりもさらに路面ができたんで圧倒的にタイム速かったんです。でももちろんもう一個最終組が控えてるんで、もっと良くなるだろうなと、普通で言ったら。でモアシャルについてこの中では悪くなかったけど、TQ はないだろうなと思ってたら、なんかポツポツまた雨が降り始めて、それがまた強くなってきたんですよ。あれこれもしかしてこれ雨降っちゃって、でも雨が降ってももうレースはやめないと、止めないと、このまま続行するっていう判断のもと始めてるから、最終組また雨が降っちゃって、で最終組の人はタイムが出ず、で僕は TQ ポイントを1個それで獲得したら、トータルでボンと上にいきなりトータル TQ になってしまったと。でこの時にやっぱりしんのすけにやってもらったことが、いろんな雨とかも含めて、TQ が取れてよかったなと。ただそれでもやっぱりロナルド・ボルカーのスピードが半端なく速かったんで、まともにいったらおそらく誰も勝てないだろうなと。でもあの時もやっぱり今までやってきたあいつ多分ダメだろうなって思われた時こそ結構スイッチが入るタイプなんで、あの時はもう急にスイッチが入った感じで、スイッチを入れてくれたのが、周りの雰囲気もあったんですけど、ロナルド・ボルカーの助手として同じ国のドイツの人が助手で一人ついてたんですけど、その彼がロナルド来るから邪魔にならないように走ってねって言われたんですよ、スタート前に英語で言われて、で僕は全然相手にしてなかったんですけど、当然言われて忘れるわけじゃないんで、思っとけばいいじゃんとやってみたら分かるよと。でそれですごい気合い入って走って、いろいろ中には展開ありましたけど、1回目は、勝てるかなと思ったら、ジルス・クロスカンプが別に伏兵でもダークホースでもなく、彼は安定して走るのが分かってた。でも彼もやっぱ気合入ってたんでしょうね。ペースも速かったし、で接戦になって途中1回抜かれたんです。で抜かれたんですけど、もう僕の車ももうだいぶアンダーが出てて厳しかったんですけど、やっぱ気合ってやっぱ通じるもんがあるんだなというところで、気合一発、ぶっ込んでったら抜けたんですよね。で抜き返してあともう一周走ればそのまま1位でゴールと。で1回目に1位でゴールしなきゃいけないって分かってたのが、あの時は、そのタイヤのルールが決勝1セットしか支給されないんで、決勝の1ラウンド目が時間帯もあって朝午前中なんで路面の温度が低い新品タイヤもうマックス食うわけですよ。で最終ラウンドは路面はおそらく夕方になっていいけど、タイヤがもう3パック目になるんで、タイムとしてはおそらく出ないだろうと、新品タイヤほどで。やっぱりその案の定1回目のタイムっていうのが、結局その後抜けず、僕とジルスは同ポイントなんですね。1位2位を1回ずつ取ってて、あの時にあれってコロコロルールがなぜか変わる。A メイン3回走った時の2ポイントベスト、2ラウンドベストで同じ場だった場合にワーストポイント、一番ダメだったポイントの差でやる時と、2つが一緒だったら一番ベストに速かったその時のタイムを取る時があって、これがねなぜかなんか定まってなくて、そうなんですよね。ででもそのレース中に変わってるわけじゃないんで、それは分かってて出てるんですけど、それは分かってたからタイムを出しておかないと同ポイントだったら負ける可能性があるっていうのがあって、でこれが2008年の時もそうだったんです。ワーストポイントだと思ってたら実はタイムで取るっていうのに
気づいて、じゃあもうこれはもう絶対に、あの時で言うと今度逆に3回目が一番タイムが速いはずだから、その時に勝たないと同ポイントだった時に負けると思って、であの時はちょっと力を入れすぎて負けちゃったんですけど、でその時の思いがあるから今回はもう絶対それ取りに行くと。でレースとしては、最終ラップだと思った、自分としてはもう一周ギリギリいけるかいけないかギリギリのタイミングだったんで、もしかして最終ラップ行くかもしれないと。で最終コーナーをもう一周回るつもりで回った僕と、もうこれが最後だと思って最終の計測ラインを全開で突っ込んでいったジルス、この差でもう全てが決まっちゃったということですね。その先を考えていたのか考えてなかったのかってことですね。そうですね。でここで HPI としてツーリンガーは勝てなかったんですけど、2回2008年のバンコクの時の世界選手権と、その時の2012年の時のオランダでやった世界選手権、あとは南アフリカでやった世界選手権、目立てる箇所があって、でやっぱり優勝しないとね、そのレースにかけたその意味合いっていうのはやっぱり優勝しないとやっぱり完成はしないんですけど、このまま同じことを続けても何か変えていかないとなと、この先に向けてと思い始めたのがやっぱその2012年の時で、その時点で何歳の時ですか？あれもう32ですね、2012年の時は。で30超えて、でこれでHPI をもう1年続けたわけですけど、その間に自分としては初めて挑戦した8分の1レーシングの、エンジンレーシングの世界選手権だけ出るというそんなことありました？あるんですよね。あったんですか？全く走り出したことないのに一番最初は2011年の時に、まだその時も両方とも HPI に1回目は HPI に在籍している最中に2011年だったんですけど、ランベルト・コラーリさんって今はインフィニティのチームで活躍してますけど、レジェンドですよね、81レーシング界の。その人がもう81レーシング1本でやってて、で若い時から数えてもう9回世界選手権を勝ってると。であと1回10回勝ったらもう引退するみたいな、人づての噂を聞いてたんで、ランベルト・コラーリさんが9回勝った後かな、三浦さんにすぐ、僕あの時まだアメリカにいて、三浦さんが確かどっか日本かどっかにいたと思うんですけど、国際電話で確か電話して、三浦さんなんかコラーリもう一回勝ったらやめるっていうから、次の世界選手権出ようよ止めるためにって何の根拠もなくただそれだけでノリで。マシーンはどこですか？あの時は無限さんのマシンを買って、で持ってくから、なんか現地だったらよろしくねっていうあれでちょっとお世話になり、で HB としてあの時は三浦さんと2人で乗り込んで行ったんですけど、本当に練習なしで、もう本当にギリギリで決めた話だったんで、やろうとは言ってたけど、結局全然準備しなくて行ったらどうにかなるべみたいな、そんなたわいもないあれで、三浦さんとりあえずやりに行って、現地でいきなりコントロールプラクティスっていうのもあれだから、京中行ってやるからって皆さん言うから行ったら、もう車が半分もできてなくてこれ本当にできんの今日って言ったらできるわけなく一日中ひたすらレースに使うって言われてるタイヤを先に荒削りして、それでずっとやって、でそこの時に一人いた人がいるんですけど、その人の車をちょっと借りて数周だけ走らせて、ちって全然違うなと思って、で世界選手権に行って、で行ったらその時はそれこそ本当にもうやってみなきゃわからないっていうノリで行ったら、それもことがうまく運んじゃって、予選2位でなんと、グランドファイナルにいきなり入っちゃったっていうそんなことあるんですか？あったんですよね。でもあれはもう一重にその燃費が良かったですね。で燃費が10分の予選で、2回給油するか1回の給油で収まるか、オンロードの給油って1回5秒ぐらいはかかると思うんですけど、この5秒をオンロードでサーキット上で挽回するっていうのは、それは厳しいわけですよね。相手だってミスしないし、バギーだったら1回こければ5秒ぐらいかかる時もあるんで、でこける可能性も高いから、バギーだったらまだしもオンロードではおそらくないだろうと。で給油を1回減らせるってことは相当なアドバンテージになるけど、できる人がほとんどいない。
でそこにかけるのがおそらく成績を出す一番の近道だから、で三浦さんそれもう最初から計算してて、すごいな。でもこれはもうその裏にはもうその OS エンジンはバギーではもうだいぶその頃、だいぶ戦闘力の高い、世界で戦えるエンジンになってたんですけど、オンロードに関しては、それこそ下隆明さんがもう長年かけてずっと開発を続けてきた、育ててきたそのエンジンですよね。それがようやくその頃にアドバンテージとして取れるエンジンに仕上がってた。それをいきなり使えたっていうこのタイミングですよね。もうこれはもう下さんが長年かけてやってきた、これをもう感謝する以外ない。でそれをたまたまうまく三浦さんの計算通り5分給油、ギリギリでしたけど、5分給油ができて1回で給油が済んだっていうところにものすごいアドバンテージが取れて、でそれでグランドファイナル残ったんですけど、ちょっと決勝では2速クラッチの調子が悪くて、なかなか2速に入んなかったりとかで、途中雨が降って途中中断になって、それでも5位ではゴールしたんですけど、それが初の81レーシング挑戦で、その次の世界選手権が K チューンであるっていう話だったんで、それにももう一回同じ感じで出るか HP で車を作って出るかって話だったんですけど、その時ちょっと自分の中でも、HB とのやっていく上での葛藤みたいなのがやっぱあって、でその時言われてたのがやっぱパーツ供給の部分で、自分が結局レースで活躍してもこれ欲しいなと思ってもらったお客さんがお店に行ったら売ってない、それがすごい連続で続いてて、でキットはあったはいいけどパーツが全然入ってこない、オプションパーツが出たけどいつまでも入ってこない、となるとやっぱり現場に行けばやっぱ僕は説明責任もやっぱりある程度果たさなきゃいけないし、毎回すいませんっていうだけでは終わらないわけですよね。でやっぱりそこを無限にするわけ当然いかないし、だから僕はある意味そのレースで出て活躍するっていうのはいいものですから買ってくださいって言ってるようなものなわけですね。そう言ってるわけですよね。でそれはお店が仕入れてくれて、それを在庫していただいて、でそれをお客さんが選んで買ってくれるというこの図式が成り立たなくなってきてる気がして、でこの葛藤でちょっと契約をその時に更新したばっかなんですね、新しい契約をしたばっかだったんですけど、ちょっともう一回話させてもらって、渡辺さんにも長いことちょっと、当然お世話になっている部分もあるので、すぐは決められなかったんですけど、ちょっと今一旦距離を置く方向で、できませんかっていうことで、なんとか了承いただいて、一応契約は一旦終了という形で、ここで HPI の、自分の中でのストーリーが一回幕を閉じる感じですね。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。